これ2つでいくらだと思いますか？正解は、はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシルピーです。今回はこちらコメリでタイヤワックスとタイヤワックス専用スポンジ、この2つを購入してきました。これ以外にもね、いろいろ購入したんですが、皆さんご存知の通り、コメリのクルザードというプライベートブランドになるんですが、最近洗車用品めちゃめちゃ勢いありますよね。僕もいろいろ他にも購入してみようっていうことで、この間行ったんですよ。で、その時に見かけたこの2つのセット、これ2つでいくらだと思いますか？ちなみにタイヤワックスの方はスプレータイプで水性で約80本施工可能。スポンジの方は2個入りです。いくらでしょう？正解は678円。めちゃめちゃ安くないですか？なんならコメリのオンラインショップ、さっき値段いくらだったっけなと思って見返してたんですよ。そしたらオンラインショップでこれ2個セットで購入すると600円です。めちゃめちゃ安いんですよ。実際どんなもんなのっていうのは気になるところなので、今回この2つを使ってタイヤワックスを施工していきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。そしたら外にやってきました。今回はこちらですね、コメリのタイヤワックス、あとタイヤワックス専用スポンジ、今から使っていくんですが、使用方法としては、1番あらかじめタイヤの汚れを落としてください。2番容器をよく振ってからスプレーノズルをオンに合わせてください。3番スプレーの噴射口をタイヤから約15センチ離して噴霧し、スポンジやウエストでムラなく塗り広げてください。14から15インチタイヤ1本に対して5回のスプレーが目安です。4番余分なワックスはウエストで拭き取ってください。5番使用後は必ずスプレーノズルをオフにしてくださいということです。で、今回はね、この専用スポンジっていうのがあるので、これで塗布していこうと思います。うわ、すごい、結構ボリューム感ある。タイヤに合わせて湾曲しております。なのでフィットする形なんですが、合わせてみてもでかそうだね。かなり分厚い。早速使っていきたいなと思うんですが、一旦ね、施工前と施工後で分けようと思ってます。振る、スプレーをオンにする、タイヤから15センチ離して。これ嫌なんだよな、個人的には。ホイールに絶対かかるじゃん。一応やってみましょうか。1本に対して5回だから3回ぐらい絶対かかるでしょ。ほら、お決まりのように。これが嫌なので、僕はスポンジに対してスプレーしていきたいっていうのが理想ですね。とりあえず塗っていきます。スポンジが使いづらいね。大きすぎるからホイールを触っちゃうし、操作性が悪い。このホイールとタイヤの隙間、ここ塗れるのはいいね。こう湾曲してるので、この隙間をしっかり入ってくれるのはこのスポンジのいいところかなと思います。で、ツヤ感は結構おとなしめだね。いい意味、自然な感じ。これなんか良さそうだ。塗り終わったらいらないクロス、これもコメリの使い捨てのマイクロファイバークロス買ったんですが、これでちょっと拭いていきます。てか、このホイールについたのをまず落としたい。こんな感じ。結構良さそう。マスキングテープ剥がします。どう？だいぶいいね。色味が自然。遠目から見るとこんな感じです。下の方ちょっと茶色っぽいんですが、これ未施工の部分ですね。それがしっかり黒くなっている。色味もだいぶ自然な黒さなので、これ好きな人ね、多いんじゃないかな。タイヤワックスとしてはかなりいいぞ。反対側もやっていきます。さっき吹きかけた時にホイールについてしまったので、こんな感じで2プッシュぐらいしてあげて、私はもうスタンプですね。大きいな、やっぱ。下の方が特に大きいと塗りにくいね。結構このスポンジが大きいので、真ん中にこうスプレーするっていうよりかは、端にスプレーしてあげて、端でこう塗ってってあげた方が使いやすい。じゃないと真ん中だとどうしてもスポンジが大きすぎるので、ちょっと使いづらい。これ半分に切っても良さそうだな。あとはクロスで拭いてあげるとツヤが落ち着きます。どう？味見ました？いい感じですね。はい、遠くから見るとこんな感じです。左側はコメリのタイヤワックスが施工されていて、右側未施工です。ちょっとした差なんですが、やっぱ後ろの方が引き締まったように見えますよね。コメリのタイヤワックスなかなかいいぞ。ツヤ感がほんと自然。ツヤっていう感じでもない。近くで見るとこんな感じですね。未施工の箇所と比べてもそんな差はないと思います。
未施工の箇所っつってもこのタイヤの接地面ですね、ここは茶色い汚れとか出てこないのですごい黒っぽい感じ、これがほぼ新品に近いような感じの色味になってるんですが、それとこの側面そんな色味変わんないと思います。それぐらい自然なツヤ感じゃないな、黒さっていうのかな。やっぱスポンジはね、ピタスポの方が使いやすいです。前側にやってきました。コメリのスポンジがこんだけ大きいんですよ。なので操作性がちょっと悪い、はみ出ちゃう分っていうのかな。で僕が普段使ってるソフト99のこのピタスポっていう商品、これはまあ大きさ比べれば全然違うと思うんですが、半分よりちょっと小さいぐらいなんですが、なのでこうはみ出ないんですよ、この上側に。その分、まあ、自分で操作すればいいだけなので、こっちの方が僕は使いやすいなといった感じですね。あとこの湾曲してる感じも非常に似ています。なのでこれをまあ半分にするっていうのも一つ手かなとは思います。そっちの方が操作性が上がりそう。個人的にはピタスポをたくさん持ってるのでこれで塗ってっちゃう。やっぱこっちの方が操作性いいね。塗りやすい、塗り込みやすい。ちょっと大きすぎて操作性がやっぱ悪いな、このコメリの方は。今日ワックスはすごいいいぞ。見てこの差、このタイヤワックスいいぞ。やっぱ下側も小さい分塗りやすい、ピタスポの方が。コメリだとちょっと大きいからホイールにやっぱかぶってくるんですよ。これがね使いづらいなって僕の中では思います。やるな。いや、このツヤ感好きかも。めちゃめちゃ綺麗になりました。やっぱ一気に引き締まるよね、このタイヤワックス施工すると。あとは普段使ってるシュワラスターのタイヤワックスとかとも比較したり、あと洗ってみたりとかもしてみたいなとは思ってます。さっきは軽自動車のタイヤに施工していたので幅がね狭くてスポンジが飛び出るっていう微妙だなと思っていたんですが、こういった車、これはラブ4なんですが、これだったらどうなのかということで今当ててみたらサイズ感的にも結構ぴったりそうなので、こっちの方がもしかしたら向いてる気がする。これは塗りやすいね。こうスポンジが大きいのでこういった幅の広いタイヤとかはすごく塗りやすいです。でこう3点がいいね。123本線でこう塗ってあげた方が塗りやすいなといった印象ですね。幅広にいいね。逆にピタスポ、まあ操作性がいいからこうしっかり塗り込んであげればいいんですが、手数はやっぱりピタスポの方がちっちゃいので多いかなと。そう考えるとこっちは手数少ないね。完全には全体的には覆えないんですが1回2回で塗り込んでいけるので、この形状もね特にねめちゃめちゃフィットしてる感じはないんですよ。めちゃめちゃフィットしてるわけではないんですが、下は下で半分ぐらい塗って上は上で半分ぐらい塗ると結構ちょうどいいです。このタイヤでいうとこういう幅広のタイヤには結構このスポンジ向いてるかも。はい、そしたら続いてシュワラスターのタイヤワックス、僕が普段使ってるやつですね。こちらとちょっと使い比べてみようかなと思います。まずはコメリさんからいきますか。でコメリ気になったのがこうスプレー式なので垂れるっていうのかな、これ分かりますかね。垂れてるんですよ。こう出した時にこうちょっとずつ出したいんですが、先端のノズルから垂れて手につく時があります。なのでこの辺もちょっとね今ぬるっとしてる感じがある。それがねちょっと気になったかなと。スプレータイプのあるあるだとは思います。よし、やっていきましょう。こんな感じかな。でクロスでなじませます。そうするとムラがねなくなりますね。続いてシュワラスター。シュワラスターの方はスプレータイプじゃないので、さっきみたいに手につくっていうことは変な使い方をしない限りは基本ないですね。こんな感じかな。でシュワラスターのタイヤワックスも塗った直後ちょっとムラになりやすいので、こちらもクロスでなじませてあげるといいかな。この時に気づく塗れてない箇所があったので塗っていきます。このタイヤなんか傷が結構入ってるね。細かい傷、こういう感じかな。そしたらマスキングテープを剥がします。ツヤ感に関して言えば正直そんな大きな差はなさそうです。両方ともすごい落ち着いたツヤ感ですね。こう見比べてみると分かりやすいね。分かりやすいっていうのはシュワラスターのタイヤワックスぐらいのツヤ感っていうのが結構イメージつきやすいんじゃないのかなと思います。そんなギラギラした感じでもないで、しっかり黒くなるといった感じですね。そしたら昨日施工した車があるのでツヤ感がどう変化しているのか、その車を今から持ってきます。
こちらが昨日施工したタントですね。どうでしょう。僕が見る限りはめちゃめちゃいい感じ。昨日とねさほど変わりないかな。ちょっと落ち着いたかなとは思うんですが、黒々しくて変なツヤもなくて落ち着いた感じですごくいいなと思います。今後ねやっていきたいなと思うものが1個あって、タイヤワックスのノリが悪い時たまにないですか？あれの原因何なんですかね。もしね分かる人がいたら教えてもらいたいんですが、たまにねすごいムラになりやすいケースもあったりして、これなんかすごい綺麗に塗れたんだけど塗れないやつとかもねあったりするんですよ。あれは何なんですかね。水性なので霧吹きで水をかけて雨とかで落ちちゃうのかどうかだけ最後見たいなと思います。ちなみにこのタイヤはもう交換予定です。ひびとかが見受けられますね。ちょっと弾く感じあるね。タイヤワックスで見たい比較とかって何かありますかね。僕結構タイヤワックスって施工した直後いい感じこの感じみたいな感じでそこの自己満で終わっちゃって、特にねそんな次の日から気にしてなかったりするんですよ。リアルなところで言うとね。でもまあ耐久性が気になる人がどれだけいるのかとか、あと他に比較見たいっていうのがあればやりたいと思うので、ぜひお聞かせください。これでちょっと水飛ばしますか、軽く。特に水滴の跡とかこう垂れたワックスが取れた跡みたいなのはないので、そんな弱いっていう感じではなさそうですね。ちょっとした水ぐらいだったら落ちなさそうな感じです。ちなみにこちらがタイヤワックス専用スポンジなんですが、これ分かるかな。この辺とかちょっとボソボソできているので、何回か使ってったらボロボロになっちゃうような可能性がある。もうちょっと取れてるような部分もあります。やっぱこの辺でどうしてもゴシゴシやるので、ここに比べてこっちの方がスポンジが剥がれてる感じが若干あります。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回はこちら、コメリクルザードタイヤワックス、あとタイヤワックス専用スポンジ、こちらをね、使ってみました。まずね、金額はめちゃめちゃ安いですよと。タイヤワックスの方が478円、スポンジの方ですね、2個入って198円。まずめちゃめちゃ安い。ここはね、コメリのいいところかなと思います。実際に使ってみた感想なんですが、タイヤワックスの方は、こう見てわかる通りスプレータイプ、水性で約80本に施工できるんですけど、ツヤ感がすごいギラギラした感じではなく、自然なツヤ感、シュワラスタのタイヤワックスに結構近い感じのツヤ感ですごい良かったです。これがね500円でお釣り来る金額で買えるって思うとちょっと安いな、安すぎるなっていう感じですね。けどやっぱスプレータイプなので塗布するとき直接塗布しちゃうとホイールとかに飛び散っちゃうし、あと液だれみたいなのがあるので、そこら辺がね手についてうわ嫌だなっていう感じはありました。なのでまあこの辺とか今ちょっとテッカテカなのは垂れてついちゃった分ですね。けどまあツヤ感とかは良かったので、まあ普通に申し分ないかな、これでも全然ありかなといった感じです。金額含めて考えると優秀すぎるぐらいって感じですかね。タイヤワックス専用スポンジの方はちょっと大きいかな。1個100円って考えた時に最後にやったSUV ラブ4とかあれぐらいね分厚ければ塗りやすいんですが、もうポロポロスポンジが剥がれてきちゃってる部分があるので、個人的にはこの半分のサイズのピタスポの方が使いやすいかなといった感じです。これをね半分に切って使うのもありなんですが、やっぱりスポンジの強度がピタスポに比べるとちょっと弱いかなといった感じです。なのでまあ安いんだけど僕はまあピタスポを選ぶかなといった感じですね。タイヤワックスの方は自然なツヤ感がいいな、特にこだわりないなっていう方はクルザードのタイヤワックス全然ありだと思います。ちなみに匂いとかはない。個人的にはねシュワラスタのタイヤワックスの匂いがね好きだったりしてよく頻繁に使っているんですが、まああっちはねスプレータイプじゃないから手とかにつきにくいっていう意味では僕的にはシュワラスタの方が使いやすいけど、金額踏まえていくとコメリ全然ありだと思います。ギラギラしたやつがいいっていう方はこれは選択肢に入ってこないのかなとは思います。とりあえずまあ今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。